リトロ Vlog のリリですよ。さて、今回の動画は、オールドキューブが発売したミニタブレット、iPlay50 ミニをレビューします。低価格で、程よい性能と、コンパクトさが支持されて、随分売れているみたいですね。それでは、本編に行きましょう。オールドキューブ、iPlay50 ミニは、2023年5月に発売されたばかりの軽量なミニタブレット。片手操作に最適なコンパクトなサイズで、電子書籍や YouTube などの動画視聴、ウェブブラウジングなどが気軽に楽しめます。普段使いの持ち運びをサブデバイスとして最適な機種です。特に注目なのは、日本円で約15,000円と非常に手頃なこと。発売と同時に大ヒット商品となりました。iPlay50 mini のデザインは iPad mini にかなり似ていますね。バックパネルはプラスチックだと思うんですが、金属に見えるほど質感が高くて、ビルドクオリティも良い感じです。片手で掴める本体のサイズに、重量は 292g とかなり軽量だから、手が疲れづらいし、カバンに入れて持ち歩いても、負担にはならないんじゃないかな。操作ボタンは、右側に電源とボリュームボタン。Android 機種で標準的な配置ですね。本体左側には SIM スロットで、2枚の SIM カードでデュアル運用するか、マイクロ SD と SIM カード1枚でも利用ができます。本体の上に USB-C ポート。カメラ部品との干渉を避けるためなのかな。少し右に寄ったところにレイアウトされています。本体の下部の左側にスピーカー。これは残念ながらモノラルですね。本体の質感は1万円台の製品とは思えないほど上質でビルドクオリティは高いタブレットです。気になったのはカメラ部が出っ張っていること。机に置いて操作するとガタガタしちゃうかな。ケース使えば解消すると思うけどね。iPlay50 mini のスペックですが、まず搭載されている Android のバージョンは13。アプリごとに言語変更ができるなど最新機能が利用できます。搭載されているチップセットはユニソック T606。おなじみ T618 や T610 に比べるとパフォーマンスは低く抑えられています。搭載メモリーは 4GB ですが、ストレージから 8GB をバーチャルメモリーに割り当てて合計 12GB の利用が可能です。内蔵ストレージは 64GB と少ないですね。SD カードは必須になるかな。最大 512GB までの SD カードが利用できます。アンツツベンチマークを計測しましたが、総合スコアは24万点とそれほど悪くはないです。ただ、GPU の数値は良くないですね。一般的な利用目的であれば、そこそこ快適なパフォーマンスを発揮してくれそうです。ディスプレイは 8.4 インチ、インセルです。8インチクラスのミニタブって HD 画質の製品が多いですが、iPlay50 mini はフル HD なので文字などのエッジが綺麗です。タッチスクリーンの感度や反応ですが、iPad Pro と比べちゃうと動きがぎこちないですね。でも低価格な製品に見られるような遅延は起こらず、輝度もかなり明るく調整ができます。コントラストもはっきりしていてベストとは言いませんが、かなり美しい表示は実現しているんじゃないかな。そうワイドバイン L1 に対応しているので、YouTube や Amazon プライムビデオなど動画ストリーミングサービスではフル HD で視聴ができます。低価格なタブレットでは対応していない場合が多いので、これは良いですね。
気になったのは、標準でアンチグレーの保護フィルムが貼り付けてあるんだけど、これ、擦り傷がすぐにつきますね。使っていると傷だらけになるので、気になるなら張り替えする方が良いかも。あと、自動消毒機能がないので、明るさをいちいち変更するのが面倒な感じがしました。搭載するカメラですが、フロントもリアも500万画素でスペックが低いです。高画質で記録する必要がない場合、SNS 投稿とかメモ的な利用であれば、それほど悪くはないかなって感じです。とはいえ、1万円台のタブレットの内蔵カメラにしては、結構ちゃんと撮れるとは思います。内蔵スピーカーはモノラルなので、臨場感もないし、音質もあまり良くはありません。でも、割と聞きやすい音かなとは思います。高音質で楽しみたいのであれば、イヤホン使う方が良いと思います。そうそう、使い勝手の部分で不便な点があって、このモデル、指紋や顔認証の機能が搭載されていないです。ロック解除には、ピンコードやパターンを使うので、少し不便な感じがしますね。このチャンネルを見ている視聴者の人は、ゲームがどれだけ動作するか気になりますよね。少しだけですが、テストしてみました。まずは Android の原神。設定はいじらずに、そのまま起動してプレイしてみましたが、たまにカクついたりすることがあるものの、プレイは可能ですね。原神が遊べるなら、Android ゲームアプリの多くはプレイ可能なんじゃないかな。もちろん、高いハードスペックを要求するゲームは厳しいと思いますよ。続いてエミュレーターです。ファミコンから初代プレイステーションぐらいは、性能的に全く問題ないと思います。PSP、ドリームキャストを確認しましたが、P618 モデルと比べても、それほど大きな違いを感じませんでした。PSP のゴッド・オブ・ウォーは、特に重たいゲームですが、音飛びや動作がもっさりして、プレイするには厳しいレベルでしたね。PS2 は連邦 VS ジオンを試しました。たまにカクついたりするけど、意外と快適に動作します。エミュレーターは使うアプリによって、再現性に差異があるので参考程度にしてください。ただ、思っていたよりもまともに動作するので少し驚きました。モバイルキャリアのSIM利用についてですが、対応バンドはソフトバンクが一番相性が良いみたいですね。電波受信の感度が少し悪いですが、ドコモや au、楽天モバイルでも利用が可能です。ただし、楽天モバイルは設定が必要になります。設定方法は概要欄に記載してあるリトロブログを参照してください。今回はオールドキューブ iPlay50 ミニをレビューしました。最後に少しまとめると、このモデルは質感、ビルドクオリティが良く、程よい性能でコンパクトかつ重量が軽く、何よりも低価格であることが特徴です。電子書籍、動画視聴、ウェブブラウジングなどの一般的な用途であれば、多くの人に広くおすすめできるタブレットだと思います。ゲームパフォーマンスもそれほど悪くないし、持ち歩き用のサブ機にはちょうど良いですね。皆さんはどう思いますかね？概要欄に取扱いショップを記載しておきますので、チェックしてみてください。そんな感じで、この動画は終わりですが、チャンネル登録に評価、コメントなどお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。バイ。